うわ、全然動かねえ。これは危ねえな。ここまでになってるステアリング外したことねえな。ロックが勝った状態からさらにハンドルを回す動きをしてあげると、噛み合ってたスプラインがパコンと外れる音がセンターからしてくるんです。そうなってくると、はい、どうも黒ガレージです。今回の動画はこちらでございます。スバルのレガシーだかインプレッサだかレボーグ用だったかは忘れましたが、スバルの純正皮巻きステアリングをサンバーちゃんにインストールしていこうという動画でございます。スバルのサンバーちゃん、動画にたびたび登場してきてくれてますが、その度にですね、ヘッドライトが綺麗になったり、フロントガラスを撥水してみたりっていうところでね、少しずつね、ピカピカになっていってるサンバーちゃんにこのステアリングを取り付けてあげようじゃないかという、そういう動画です。ボディを磨いたりとか、内装をね、徹底清掃したりっていうところはまだまだ先になるんですが、それよりもね、まずはステアリングを交換して、このステアリングでドライブをしたいっていう欲が抑えきれなかったので、まずステアリング交換しちゃおうと思います。これを手に入れたのは今から1年ぐらい前だと思うんですけれども、記憶が定かじゃないんですが、1万円前後ぐらいでこのステアリング手に入れたかと思います。富士重工製の車っていうのはね、軽自動車であれ、普通車であれ、このボスの部分が共通しているということで、どの車種にでも大体ステアリングが共通して使えるそうなんです。なんで、普通車用の皮巻きステアリングを移植するっていうのがね、結構定番だったりするらしいです。それであれば僕も試してみたいということで、ステアリングをゲットしたので、実際に作業していこうと思います。それでね、これから作業するにあたって、このステアリングを交換していくわけなんですけども、こう見てください。見えにくいんですけど、ここに SRS エアバッグっていう風に書いてあるんで、こちらのね、年式のサンバーは、ステアリングにエアバッグがついてます。なので、交換する際にエアバッグが展開してしまう恐れだとかね、ステアリング交換する際の注意点はいくつかあったりします。僕もね、プロのメカニックっていうわけではないので、この動画をね、参考にして作業をしてね、事故が起きた場合に関しては一切の責任を負いませんが、ステアリングを交換する際の注意点なんかね、雑談でお話ししながらステアリング交換していければというふうに思います。サンバーのバッテリーです。エアバッグが装着されているということなんで、バッテリーのマイナス端子ですね。このマイナス端子を先に外してですね、車に残っている電気を完全に放電して、エアバッグが展開するリスクがなくなるように外して完全放電させてから作業をしていきたいというふうに思います。はい、ということで、外していってるんですが、狭いんですよ、ここ。スパナが触れる幅が狭くてね、外しづらいんですが、そういった時はですね、このスパナの角度を利用して、これ以上回せないところまで回してから、はい、反転させて、また加えて回してあげて、反転させて加えてあげて回してあげてっていうことをするとですね、締める時も緩める時もスパナを振る角度がね、ない時でも少しずつね、こうやって開けたり閉めたり、ネジを回すことができたりします。当然のことで皆さん知ってることかもしれないですけど、こういうことをすれば外せるよーっていうことね、覚えておくといいかもしれません。外れるかな？よいしょ。外れました。しばらく放電をしたので、ステアリングを交換していこうと思うんですが、ステアリングを外すのにまずすることは、このパッド部分ですね。エアバッグが仕込まれていて、クラクション、ホーンボタンにもなっている、このパッド部分を外すことから始めます。このパッド部分、どうやって固定されてるのっていうとですね、こちらです。両サイドにトルクスネジっていうんですかね。星型のネジで止まってます。車のオーナーさんに簡単に触ってほしくないようなところだったりっていうところには、こういうネジが使われてたりもします。なので、僕はですね、こういった形のトルクスですね。だったり、こういう感じのですね、トルクスは一応買って置いてあります。そんなに高くないものだったりもするんで、いざって時にないよりはあった方がいいだろうということで買ってます。実際に取り外し作業していこうというふうに思います。トルクスを使ってですね、外していこうと思います。ステアリング交換は何度かしたことがありますが、エアバッグ付きのステアリングを交換するのは初めてです。なので、どうしたらエアバッグが展開してしまうか、そういうのがわからないので、怖いんで、少しずつ探りながらの作業になるかと思いますが、やっていこうと思います。ネジが取れました。緩み止めついてますね。ということで、反対側使いいきます。よいしょ。よし。はい、2本とも外れました。そうすると、パッドが外れてきて、エアバッグの配線が出てくると。ちなみにね、以前の動画で紹介したワイパーゴムについている芯の部分のステンレスになるのかなの棒です。これ加工してね、電装部品を触るときに使えるようにしてあります。ということで、真ん中外します。よいしょー、外れたー。この後、ステアリングを引き抜くんですが、ステアリングを引き抜くときに、
外した状態で引き抜こうとすると、スポンと抜けた時にハンドルを顔面に当ててしまったりするんで、必ずナットをつけた状態でステアリングを外します。うわ、全然動かねえ。これは危ねえな。ここまでになってるステアリング外したことねえな。はい、これでアイマークですね。はい、ということで、だいぶ格闘したんですけどね、ステアリングが外れました。これ、ステアリングを抜く際に気をつけなきゃいけないのは、必ずセンターナット、何山かかけた状態にした状態で外すようにする。あとは、外れた時のために、ハンドルのセンターがわかるように、必ずステアリング側にはね、こっちがあるので、それも含めて、ハンドルセンターがどこだかわかるように、アイマークを書いとくっていうことですね。これ、すっごい苦労してなかなか外れなかったんですけど、とあるブログをね、参考にしました。まずね、ハンドルロックをかけた状態で、ロックがかった右側、そして左側に交互にロックがかった状態からさらにハンドルを回す動きをしてあげると、噛み合ってたスプラインがパコンと外れる音がセンターからしてくるんです。そうなってくると、大抵こういう風にしてあげればステアリングが外れるようになってくる。大抵の車はこれで外すことができるそうです。やっぱりプロの方がね、どういう風にやってるかっていうのを調べて実践してみるのが一番いいですね。なかなか外れなくてですね、ウエスを巻いてプラスチックハンマーでここを叩いたりとか、いろんなことをしてたんですけど、スプラインの抜ける方向と逆のね、回転方向で力をかけてあげて、噛み込んじゃってるスプラインを外してあげる。これが重要らしいです。ということで外れました。このカプラを外さないとおそらくステアリングが取れてこないんで、このカプラを外してね、今度はエアバッグの移植をして、新しいステアリングをきれいにして取り付けていく流れ、やっていこうと思います。はい、ということで、ステアリングが外れましたので、必要なね、エアバッグのパーツたちを交換しつつ、皮巻きステアリングの方をきれいにして、取り付け面もきれいにして、取り付ける準備をしていこうと思います。外れました。マイナスの端子引っこ抜かれちゃってますね。こういうのは手を切っちゃうんで、プライヤー使いましょう。ここをクッと押してあげながら簡単に抜けますね。これがホーンのマイナス端子で、こうなんで、よいしょ。こんな感じですね。よし、移植完了しました。ということで、こんな感じでですね、シリコンスプレーと皮巻きの皮の部分はミンクオイル、光沢のあるプラスチック部品部分は車用のワックスでね、こんなものたちを使って綺麗にしました。あとはね、取り付け側のサンバーちゃん側の清掃をしつつ、取り外した手順と逆でね、取り付けていこうと思います。こちらのね、シリコンスプレーを使って、ステアリングを外した時にしか綺麗にできないような場所だけはね、綺麗にしました。はい。内装をね、徹底的に綺麗にする動画に関しては、別の機会で撮影しつつ内装を綺麗にしようと思いますんで、今回はこのね、ステアリング周りだけ綺麗にして、ステアリングを取り付けていこうと思います。アイマークをね、合わせて、ステアリングがまっすぐに取り付けられる場所、そこを探っていきますと。これで、スプラインの位置もあったと思います。それで次は、このカプラーがまず入る。このカプラーはこう入れて、抜け止めのプラスチック。こいつをつける前に、まず、よいしょ。よし。はい、ということで、
途中ね、クラクションのマイナス端子を延長したりとか、エアバッグ周りのね、部品がステアリングの形状に合わない云々っていうことで、少し加工をしたりをしましたが、無事取り付けることができました。現状ね、バッテリーのマイナス端子が離れてる状態なんで、繋げてみて、クラクションと、インジケーターですね。それがしっかりと正常に作動するか確かめて作業終了っていう流れになると思います。まずはね、バッテリー、マイナス端子取り付けてきちゃおうと思います。はい、ということで、マイナス端子繋いできました。しっかりとエアバッグのランプが消えるんでしょうか確認してみます。キーをオン。エアバッグ、消えるか消えないか。消えました。よっしゃ、これで大丈夫ですね。一応エンジンかけてみます。はい、問題なし。クラクションが鳴るかも確認しましょう。大丈夫そうですね。ステアリングを切った感じ、どこかに何かが干渉する感じもしません。これで問題なさそうですね。あと、聞いた話によるとですね、このレガシー用とかインプレッサ用のステアリングとサンバー用のステアリングで、スプラインが少しずれてるっていうようなこともあるそうです。まっすぐ走る時にね、ステアリングが少しずれてしまうようなこともあるみたいなんですが、そういった場合は、車のね、サイドスリップを調整する要領で、足回りの方で調整してあげればですね、ハンドル位置まっすぐ直すことができますので、そんな風にすればいいかなという風に思います。いや、これで問題なかったですね。ステアリング交換無事できました。はい、ということで今回はですね、僕の愛車、スバルサンバーちゃんのステアリングを川巻きステアリングに交換しようということで作業をしてまいりました。作業自体はね、そんなに難しいものではなかったんですけど、間違ってエアバッグを暴発させてしまったりとか、エアバッグのね、配線付け間違いとか、ミスがあって、エアバッグのね、チェックランプが消えないとかっていうんで車検に通らなくなるとかですね、そういったことが起きるかな、大丈夫かなっていう風に心配でしたが、無事交換することができました。ステアリングがレーシーな感じというか、川巻きステアリングに変わることで、タコメーター付きのメーターが欲しくなっちゃうなとか、このダッシュボード周り、簡素で寂しい感じだなっていう風に思いますんで、ステアリングに合わせて内装を少し豪華にしていくのもいいかなっていうのをね、ステアリングが変わるとですね、インパネ周りも触ってみたくなってきちゃいましたね。ということでですね、今回はサンバーちゃんのステアリングをですね、純正川巻きステアリングに交換するということで作業してみましたが、いかがだったでしょうか。このチャンネルはですね、とりあえず何でもやってみるをテーマに、自分の人生を DIY していけるようなおじさんのですね、サブカルチャンネルを目指しております。こういった動画ね、これからもどんどん出していきますし、過去の動画、気になる動画もあるかとは思いますので、そういった方はですね、ぜひともチャンネル登録をして動画の評価をしていただけるとありがたいです。今回もですね、最後までご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。